だいま。おかえり。仕事終わりの夜、体も心もくったくたで帰宅。今日は好きなものを食べてやると帰り道にスーパーで明星一平ちゃんを買ってきました。小皿いっぱいのトマトとトマトジュースで深夜のカップ焼きそばの罪悪感をほんのちょっぴり和らげる作戦です。往生際の悪さが出ています。ネットフリックスを見ながらの夜ご飯。最近は今更ながらアンメットというドラマにハマっています。映像の色味も衣装や美術も好みで、何より主演のお二人のお芝居がとっても素敵です。焼きそばを買ったスーパーで見つけた気になるガチャポン。普段だったらこらえられたけれど、今日ぐらいは我慢できなかった自分を許してあげよう。心の栄養大事です。そしてなんと一番気になる子が出てくれたので、これはもう自分へのエールだと受け取るしかありません。オリジナルカラー、幸せを呼ぶ伝説のお馬です。今日もたくさんの幸せを届けるために世界中を飛び回ります。うわー、かわいい。嬉しいな。かわいいな。小さくてささやかな幸せゲットです。5年ほど使った iPhone SE 第2世代がついに壊れてしまったので、やむを得ず機種変更をしました。このモヤモヤを読み込めば、スマホの中身のお引っ越しが完了します。なんて画期的。全然もう帰れんかった。待って。画面を絶対に割りたくないので、早速保護フィルムたちを貼っていきます。そして私は数日後、早速このガラスフィルムを割りました。驚きの速さです。画面を守ってくれたんだと思うことにしています。特に新しい機種などにはこだわりはない私ですが、この iPhone 15は写真が驚くほど綺麗に撮れたり、細々としたここがこうだと便利という機能がアップデートされていたりと、毎日たくさん触れるものだからこそ感動が少しずつ積もっていって、なんだか嬉しい今日この頃です。綺麗。新しいケースが届くまで100均のケースでつなぎます。
れそう。怖っ。大切に使おう。私の仕事は準備が大切になってきます。家でも外でも隙を見てできる限りの準備をしていきます。最近手に入れたこのモフトのスマホスタンドとパソコンケースがとっても便利。家にいて集中できないときはよくカフェに行ったりもします。そんな時でも快適に仕事ができる新たな道具たち。まるで折り紙のように美しく、薄くてコンパクトなのにとっても頑丈なのです。新しい道具ってやっぱりワクワクする。今日も今日とてクタクタで帰宅。料理をする気力もないので心強いレトルトに頼ります。今日は無印のプラウンマサラ。これがクリーミーでとっても美味しいのです。カレーを湯煎している間にデザートの準備をしておきます。妹が福島に帰省した時に持って帰ってきてくれた大きな桃を剥いていきます。いい匂い。小さめにカットしてヨーグルトと一緒に食べよう。ただいま。妹が帰ってきました。生活リズムが違うのでご飯はそれぞれで食べていますが、最近妹はじゃがりこばかり食べているので姉ちゃんちょっと心配。仕事が落ち着いたらまた一緒に作って食べるのを増やせたらいいなと思っています。そのままかじっても甘くて美味しいフルーツパプリカを申し訳程度に添えて完成です。定期便にして毎日飲んでいるトマトジュースに体も心も救われております。レトルトだってお皿に盛り付ければ立派な夜ご飯です。冷蔵庫で冷やしておいた桃ヨーグルトをお供にもうひとふんばり。最近の夜はずいぶん涼しくなってきた気がしています。今年の夏もあと少しでしょうか。少し時間ができたので気になっていたコスメポーチを整理していきます。無印のナイロン手付きポーチ薄型を新たにゲットしたのでこのサイズに収まるように。元からそれほど多くはないのですが毎日使うものだけに厳選していきたいと思います。ついでに中身のご紹介も。まずは鏡。我が家の洗面台が暗いので光の入る部屋でお化粧ができるように
無印で新たに購入しました。下地はエリクシールのバランシングおしろいミルク。ファンデーションは石器製のホワイト BB クリームモイストの02番。こないだ買ったばかりのスックのチークを早速落としました。割れなくて本当に良かった。気を取り直して、アイシャドウはスックのシグニチャーカラーアイズの02番陽光色です。このアイシャドウを新しく買ったのをきっかけに、お気に入りのスタメンだけでいいじゃないとポーチをコンパクトにしようと思い立ちました。チークもスックのブラーリングカラーブラッシュ02番春照らしです。お気に入りのアイシャドウとチークで最近メイクをするのが楽しくなりました。アイブロウはもうずっと使っているケイトのデザイニングアイブロウ EX5 番で、ビューラーは資生堂のアイラッシュカーラーを使っています。マスカラはデジャビュのラッシュノックアウトエクストラボリュームのモカブラウンで、こちらもデジャビュのアイブロウカラーのビターブラウン。もともと眉毛がかなり薄いので、ケイトのアイブロウの上からこれを塗っておくと夜まで眉毛が消えずに済みます。これはもう使わないブラシ。リップ類はケイトのリップモンスターのパンプキンワインとダークフィグだけを残しました。ダークフィグはほとんど使っていないので、何かとっておきの一本が見つかればそれとチェンジしたいなと思っています。これはイソップのリップトリートメントシダー&シトラスです。いただき物なのですが、香りも良くて大切に使っています。コンシーラーはエトボスのミネラルコンシーラーナチュラルベージュを愛用しています。毎日使っているので使用感たっぷりで失礼いたします。最後がもう一つのアイシャドウ、フジコのシェイクシャドウ04番アーバンベージュです。急いでいる時にもこれ一本でこなれ感が出る気がしています。これで今ある私の化粧品類は全部です。そして今回新たに買ったのがエトボスのミネラル UV ベールのナチュラルベージュです。去年初めて買ってとっても良かったのですが、案の定落として割ってしまったので新たに購入しました。コンパクトでパフもついているので、お直しの持ち運び用としても大活躍しています。そしてもう一つ、こちらは無印良品のポリエステル携帯用チークブラシです。これはパウダーをのせるときに使えて、このポーチにも収まるようなコンパクトなブラシが欲しくて見つけました。繰り出し式でキャップをつけられるので、別のブラシ用のケースなどに入れずとも持ち運びができるのがいいポイントだなと思っています。手持ちのお化粧道具はこれだけにまとまりました。ポーチに詰めていきます。ちょうどぴったり収まりました。今の私にはこれくらいの把握しきれる量がちょうどいい。リップやマスカラなどのんびり一つ一つ
とっておきのお気に入りのものへアップデートしていけたらいいなと思っています。別の日の朝、わ楽しみにしていたものが届きました。ライノシールドとゴッホ美術館のコラボスマホケースです。わあ、きれい。すごい。これはゴッホが亡くなる年、病院で療養している時にゴッホの弟テオの子供の誕生に向けて描かれ贈られた花咲くアーモンドの木の枝という作品をモチーフにしたものです。早速つけてみます。緊張する。わかっこいい。iPhone のグリーンともよく似合っていて、とっても綺麗です。かっこいい。わ、強力。マグセーフ対応なので、モフトのスマホスタンドもバッチリくっつきます。だけどもったいないよね。かわいい。ボタンとカメラリングがカスタマイズできたので、それぞれ気になる色を2つずつ追加で購入してみました。着せ替えてみます。このフィルムを剥がす瞬間がたまらない。こんな風に簡単に付け替えられます。いい感じです。気分で着せ替えたいので、部品は袋に入れて取っておこう。いざって時にわかんじゃない？信じられるのかどうか。いざって時っていや、それはわかんないけど。なんで？だって人を信じるのって理屈じゃないじゃん。